今回は毎時9万3000個の土が手に入る土製造機を作って、見える範囲一面を小麦畑に変えていきたいと思います。でまず今見えるここなんですけど、ここは原木製造機ですね。で土製造機は骨粉をいっぱい使うので、ここにある骨粉製造機を使いたいと思います。これ今上から見ると、ここら辺ちょっとスペースあると思うんですよ。なのでここに作っていきたいと思います。では早速材料を集めていきましょう。土製造機の材料はこんな感じで揃いました。ブロック数は1万3000と結構少なめですね。拠点が向こう側にあるんですけど、32チャンク以上離れてるんですよ。なので前回同様ここまで道作りたいと思います。これで氷の道完成です。では材料も揃ってるんで、ここに早速作っていきたいと思います。ということで装置はこんな感じでできました。でこの装置も骨粉使うんですけど、まだね骨粉の水路作ってなくてつなげなきゃいけないんですよ。でこれをつなげるついでに、今ここ見てもらえれば分かるんですけど、原木製造機何個もあってそれぞれ独立してるんですよ。しかもこれエリトラ使わないとその場所に行けないっていう移動が明らかに大変じゃないですか。ということでこの原木製造機5つあるんですけど、全部つなげてめちゃめちゃ扱いやすくしていきたいと思います。いやちょっともったいないですけど、シュルカーボックススタックできないんでね、この数移動するのめちゃめちゃ大変なので捨てちゃいます。ここのねホッパーの中も全部ねシュルカーボックス詰まってるんですよ。でもこれも捨てるしかないですね。とりあえず一通り倉庫部分消してみました。だいぶスッキリしましたね。空のシュルカーボックスは何千個か消えてしまったんですけども、また作ればいいので。次はこの新しい倉庫部分作っていきたいんですけども、今回土製造機の他にもう一つ装置作りたいんですよ。それが粘土製造機です。ついでにね作っちゃいたいと思います。じゃあまず材料集めしますか。粘土製造機に粘土がたくさん必要っていうすごい本末転倒なことが起きてるんですけど、頑張って5000個を集めていきたいと思います。こう見ると粘土って結構ありますね。壁にいっぱい埋まってます。こういうところで取っていけばいいのか。2時間くらいかかるかなって思ったんですけど、3シュルカー分なんと20分で集まっちゃいました。あと集めるので大変なのが鍾乳石ですね。2000個必要です。やっぱり鍾乳石製造機作っておくべきでしたね。また前回同様、元気が露天掘りしてくれたとこちょうどね、鍾乳洞になってるんで、ここで集めていきたいと思います。はい、これで2000個集まりました。あんだけあった鍾乳石もほとんどなくなっちゃいましたね。あと微妙に根付いた土っていうちょっと集めづらいやつ90個必要ですね。幸いね、ここに昔ツツジの葉っぱがめちゃめちゃ欲しい時にここに生やしまくってたんですよ。これ90個ありそうですね。2スタックくらい集まりました。ちょっと地面汚くなりすぎましたね。材料全部集まってこんな感じですね。粘土製造機は皆さんが思ってる多分5倍くらいでかいんで、この広いスペース、この空中側にね作っていきたいと思います。今最後の仕上げで鍾乳石置いてたんですけど、ここは足場あるから簡単に置けるんですが、こっち側は足場がないんですよ。クォーツブロックの下全部鍾乳石置かないといけないんで、ちょっと足場ブロック持っていきたいと思います。鍾乳石もこんな感じで置き終わって装置も出来上がりました。見てください。意外とでかいですよね。この右側、この部分がそうです。でまだこれも同じように骨粉供給できてないんで、今からこの装置全部リフォームしていきます。
最近また新しくエリトラで技を習得しました。何マスか下にブロックを置きたい時はこんな感じで一旦下に滑空して降りながら置いて上に戻るってことをやることによって任意のブロック数下に下がることができます。新しい水中移動ですねこれ。エリトラを水中で使うっていう。光イカのこの輝くイカスミが全然なくて、今になってこうやって洞窟の中探索すると思いませんでしたね。このくらいあれば足りるかな。ということであれから20時間くらい経ったんですけども、やっと完成しました。で、ここがメインの場所で、ネザーゲート、普段ここから出てくるんですけど、出てきて最初にね、倉庫があります。で、これはもう全てのブロックこう下にあるんですけど、自動で仕分けてくれるんですよ。で、そしてこっちには各装置のオンオフができます。で、ちゃんとね、説明書きもしてあって、忘れても大丈夫なようになってます。試しにさっき作った土製造機動かしてみますか。ここを動かしても最初に骨粉製造機しか動かないんですけど、ここの骨粉製造機動いて土製造機に流れていくように設定されます。で、ちゃんと装置動かしてる時はネザーゲート入れないようにしてます。忘れて帰らないようにですね。土製造機の装置動かします。中に入ってここで苗木を植えればいいだけですね。さっきはどうやらね、壊れてたらしくて動かなかったんですけど、なんとか直してきました。苗木持ってここで高速で置いてれば、こんな感じで木が生えてきます。この装置すごくて、土が毎時93,000個も手に入ります。装置の制作者さんのリンク概要欄に貼っておくので、ぜひ見に行ってみてください。頭皮が生える時に、周りの苔を土に変えるんですよ。で、それを破壊して収集するって感じですね。これ画面見ててもあんまわかんないと思うんですけど、一瞬だけ固まります。マイクラが。なので、もうめちゃめちゃ重いです。ちょっとこれね、抜け出すのも一苦労で、定期的にマイクラ固まるんで、こう動くのがね、ちょっと困難なんですけども、こんな感じで抜け出せます。いや、本当に重いんですよ、これ。で、ついでに作った粘土製造機を見に行きますか。で、今回はですね、前の教訓を活かして、上にチャンクローダーちゃんと作ってます。11台あるんで、この範囲すべてね、チャンクが常にロードされる状態になるんで、もしマイクラがクラッシュしても、この装置たちは壊れません。で、この粘土製造機はモードが3つあって、通常は粘土回収するんですけど、モードを切り替えることによって泥と根付いた土も集めることができます。トロッコ召喚して、あとはここに向かって植え続ければいいだけですね。この装置も参考にしたものリンク貼っておくので、ぜひ見に行ってください。とりあえず、今回作りたいものは全部作ったって感じです。で、せっかく土手に入れたんで、土ならではの土にしかできないことをちょっとやっていこうと思うんですよ。で、今ね、ここに巨大な花畑あるんですけど、この隣に巨大なただの畑を作っていきたいと思います。ここいいな。この海にしよう。もうここの海一面全部を土にして、もうそれでやっていきましょう。あれから数時間経って土がこのくらい集まりました。ここに50万ですね。で、さらに向こう側に10万近くあります。なので合計60万ですね。とりあえずこの見える範囲全部畑にしたいんで、まずかぼちゃで枠作っていきます。とりあえず枠組み終了ですね。上全体で見るとこんな感じですね。オレンジ色のとこがかぼちゃ置いたところになります。で、今度はこの範囲の中でまず装置に置いてもらう場所を決めていきたいと思います。装置に置いてもらう範囲はこんな感じですね。で、この今置いたかぼちゃの数だけでも3500個、シルカーボックス2個分ですね。次はここに床置く装置作っていきたいと思います。では材料集まったんで作っていきます。で、この床置く装置は前回も作ったんでパパッとやっていきましょう。はい、これで装置出来上がりました。前回よりも、ちょっと長いですね。で、この装置で置いてもらうとこの面積ちょっと調べたんですけど、20万ブロックでした。で、周り全部含めるとだいたい40万ブロックですね。で、この床置く装置、前回同様ね、プレイヤーが置く必要があるんですよ。なので、サブアーカーも1個起動させて、ここで置いてもらいます。で、このかぼちゃの水路は、ここに土を流していきます。なので、こっち側にはこんな感じで、土が20万ブロック入ってます。じゃあ早速土置いていきますか。これ多分土がね、ちゃんと流れてってくれてると思うんで、
はい、こんな感じで土を置いてってもらってます。今まで自分が置いててこう三人称視点で見ることってあんまなかったんですけど、こんな感じで見えてるんですよね。あれから40分くらい経ってこのくらい進みました。あの装置がここ通るので、ここは削んないといけません。なのでここ削って、あとは向こうからね、装置が置けないところを自分が置いていくって感じにしたいと思います。はい、これで少しだけ埋めることができましたね。ここまでで1時間もかかってないんで、意外と早く終わるかもしれないです。で、今度はこっち側と、あと向こう側ずっとやっていきたいと思います。サンマじゃねえ。なんだっけ、サーモンじゃなくて、鮭か。鮭が土置くの邪魔してきた。うわ、採掘速度低下つけられた。壊すのめっちゃ時間かかる、これ。はい、これでこっち側の面も終わりですね。さっきやったのが向こう側で、今度ね、こっち側全部終わりました。で、サブアカの方はだいぶ進みましたね。あそこスタートって考えるとこのぐらい進みました。こっから私は一旦ちょっと休憩するんで、その間にね、こっち側置いててもらって、その後はこっち側やって、こっち側もやっちゃいたいと思います。とりあえず手で置かなきゃいけないところはだいたい終わりました。これ今度土全部敷き終わったら小麦の種植えていかなきゃいけないんですけど、40万もの小麦の種もちろんないんで、あそこの原木製造機またちょっと改造して小麦の種もいっぱい手に入れられるようにしたいと思います。あれから装置の設計に5時間ぐらいかかってしまって気づいたら全部敷き終わっていました。で、残りは、この装置破壊して、装置で置けなかった部分、ここと、あとあっちですね。あそこを全部敷けば、埋め立て作業終了になりますね。はい、これで目標の範囲すべて土に変えることができました。いや、もうこの光景何ヶ月か前に見たかもしれないんですけど、あれよりもちょっとちっちゃいんですよね。いやー、広いですね。ここをすべて畑に変えていくんですけど、次はね、その種を手に入れる製造機作らなきゃいけないので、一旦材料を集めてきます。材料集めてきたんで、ここに作っていきます。範囲はね、すごく狭いんですけど、なんとかね、詰め込んでいきたいと思います。これで小麦の種製造機完成しました。で、効率見ればわかるんですけど、前に作った村人を320人使った作物製造機よりも効率が全然いいです。もう前作ったやつがね、本当にいらなくなっちゃったんですよね。正直あの装置合計で1時間くらいしか動かしてないんですけど、もう使うことないと思います。ここでオンにして、増やしたいアイテム、オフハンドに持ってインベントリ全部何かで埋めて高温のツールでやってればこうやって増えるんですよ。で、1時間に小麦の種48,000個手に入るんで9時間くらいこうしてれば必要数溜まりますね。2時間ほど経って約10万個の小麦の種が集まりました。あと30万くらい必要なんですけど、とりあえずこれ置いていきたいと思います。畑耕して植えていきたいんですけど、畑耕すのにクワがいるじゃないですか。40万ブロック分の土を耕すのってそれくらい耐久値が必要なんで、クワをねたくさん作っていきたいと思います。とりあえずツール追加で12本作ったんで、今合計で31本のダイヤクワがあります。じゃあまずはこの円の範囲、ここら辺を畑にしていきたいと思います。これで 250×250 の範囲が終わりましたね。これだけでも結構広く感じるんですけど、まだまだこれでも5分の1とか6分の1の範囲しか終わってないんで、どんどんやっていきたいと思います。で、あれから何時間か放置して、こんな感じでほぼ全て育ちましたね。で、こう見ればわかるんですけど、本当にチャンク単位で育つか育たないかって決まるんですよ。ただ上から見ると、ほぼ全部育ってますね。あそこのちょっと点々としてるところは、ちょっと植え忘れてたところなんで、さっき植えてきました。なので今度は、こっち側ですね。こっち側植えていきたいと思います。
これでだいたい3分の1くらいが終わりました。まだね、こっちの方とか全然育ってないんですけど、向こう側はもう完全に成長してるって感じですね。これで全部植え終わりました。で、まだこっち側育ってないんで、これ育つの待って完全に終わりですね。あれからさらに何時間か経って、ほぼ全部育ちました。まだ何箇所か育ってないところがあったり、あとあそこのチャンクだけ育てるの忘れました。なので、そこ最後骨粉で強制的に成長させたいと思います。やっと終わりましたね。すべての範囲が小麦畑になりました。で、真ん中はここら辺なんですが、ここ立つともう一面小麦畑に見えますよね。で、こう飛ぶと広さがね、余計際立つと思います。いや、本当に広いです。ということで、今回は土製造機と粘土製造機、そして原木製造機の改良、さらにこの巨大な小麦畑も作りました。まあ、やりたいこと全部やれたかなって感じはします。今後もこういうバカみたいなことをやっていくので楽しみにしててください。それではまた次回。